聞きながら眠れるアメリカ大統領選挙。今回は2024年のアメリカ大統領選挙についてゆっくりとお話ししていきます。今回の旅ではアメリカの政治という広大な世界を探検していきます。それぞれのトピックを説明する前に、その内容を身近な旅の経験に例えた例え話をお聞きいただきます。これにより複雑な政治の仕組みや出来事をより親しみやすく理解していただけると思います。例えば、選挙のプロセスを長距離マラソンに例えたり、候補者の政策を異なる料理のレシピに例えたりします。これらの例え話を通じて、アメリカ大統領選挙の全体像がつかみやすくなるでしょう。この動画は全部で12のセクションから構成されています。アメリカ大統領選挙の意義から始まり、候補者の比較、選挙が日本に与える影響、そして静かな締めくくりまで順を追って解説していきます。目を閉じたまま聞いていただいても大丈夫です。それでは、この静かな夜にアメリカ大統領選挙という壮大な物語の世界へ一緒に旅立ちましょう。心地よい眠りにつながる穏やかな政治の旅になることを願っています。セクション1、導入。アメリカ大統領選の意義。夜空を見上げてみましょう。そこには大きな北極星が輝いています。この星は古くから航海者の道しるべとして重要な役割を果たしてきました。アメリカ大統領選挙は世界の政治における北極星のようなものです。その動向が世界中の国々の進路に影響を与えるのです。世界の注目が集まる理由。アメリカ合衆国。広大な国土と多様な文化を持つこの国で、4年に一度行われる大統領選挙は、単なる一国の指導者選びではありません。世界中が注目する一大イベントです。なぜ、これほどまでに注目されるのでしょうか。それは、アメリカが世界に与える影響力の大きさゆえです。まず、アメリカは世界最大の経済大国です。その動向が世界経済を左右します。例えば、アメリカで金利が上がると、日本の株価にも影響が出ます。私たちの暮らしと意外と近いところでつながっているのです。また、軍事力でも世界トップレベルを誇るアメリカ。その外交政策が世界の安全保障に直結します。中東和平やウクライナ情勢など、世界の紛争解決にも大きな役割を果たしています。文化面での影響力も忘れてはいけません。ハリウッド映画やポップミュージック。これらは世界中の人々の価値観に大きな影響を与えています。つまり、アメリカの大統領は世界の政治、経済、文化の舵取り役なのです。日本人にとっての重要性。では、日本人にとってこのアメリカ大統領選はどのような意味を持つのでしょうか。まず、挙げられるのが日米同盟です。日本の安全保障の要ともいえるこの同盟関係。大統領の方針次第でその強さも変わってくるのです。経済面でも日本とアメリカは切っても切れない関係にあります。アメリカは日本の主要貿易国の一つ。関税政策一つで
日本企業の収益が大きく変わることもあるのです。さらに、環境問題や技術開発の分野でも日米協力は欠かせません。大統領の姿勢がこれらの分野における協力の度合いを左右するのです。日本の外交政策にも大きな影響があります。中国や北朝鮮との関係。これらもアメリカの動向を見ながら決めることが多いのです。つまり、アメリカ大統領選挙の結果は、私たち日本人の日常生活にもじわじわと影響してくるのです。遠い国の出来事ではなく、私たちの未来を左右する重要なイベント。それがアメリカ大統領選なのです。次のセクションでは、日本とアメリカの政治システムの違いについて見ていきましょう。これにより、アメリカの選挙をより深く理解することができるでしょう。セクション2、比較、日米政治システムの違い。前のセクションでアメリカ大統領選の重要性について触れました。ここでは日本とアメリカの政治システムの違いを見ていきましょう。これによりアメリカの選挙をより深く理解することができるでしょう。2つの異なる庭を想像してください。一つは整然と区画された日本庭園。もう一つは広々としたイングリッシュガーデンです。どちらも美しい庭ですが、その構造や手入れの方法は大きく異なります。日本とアメリカの政治システムも、このような2つの庭のように、それぞれ独自の特徴を持っているのです。大統領制と議院内閣制。アメリカと日本。両国は親密な同盟国ですが、政治の仕組みは大きく異なります。まず、アメリカは大統領制を採用しています。大統領は国民の選挙で選ばれ、行政の長として強い権限を持ちます。一方、日本は議院内閣制です。私たちが選挙で選ぶのは国会議員。その国会議員の中から首相が選ばれます。アメリカの大統領は、議会の承認なしに閣僚を任命できます。日本の首相は、ほとんどの閣僚を国会議員から選ばなければなりません。大統領の任期は4年で、最大2期8年まで。一方、日本の首相の任期は、政党の党則で決まり、通常は1年から3年程度です。ただし、再選の制限はありません。三権分立の形の違い。次に、三権分立の形の違いを見てみましょう。アメリカでは、議会、大統領、最高裁判所、これらの立法、行政、司法の三権がそれぞれ独立し、互いに牽制し合っています。例えば、大統領が法案に拒否権を発動すると、議会は3分の2以上の賛成で覆すことができます。また、最高裁判所は違憲審査権を持ち、法律や大統領の行為が憲法に反していないかをチェックします。日本でも三権分立は存在しますが、その形はやや異なります。行政府である内閣は、立法府である国会に対して責任を負います。首相は国会の信任がなければ、職務を続けられません。司法の独立は日本でも重要ですが、最高裁判所の違憲審査権の行使は、アメリカほど積極的ではありません。連邦制と中央集権制。最後に、国の統治形態の違いを見てみましょう。
アメリカは連邦制を採用しています。50の州がそれぞれ大きな自治権を持ち、独自の法律や制度を持っています。例えば、飲酒可能年齢や大麻の合法性は州によって異なります。一方、日本は中央集権制です。東京の中央政府が強い権限を持ち、全国的に統一された法律や制度が適用されます。都道府県や市町村も自治権を持ちますが、アメリカの州ほど大きくはありません。このような違いが、選挙の仕組みや政治の動き方にも大きな影響を与えているのです。そのため、アメリカの大統領選では、州ごとの戦いが重要になります。次のセクションでは、これらの違いを踏まえた上で、アメリカ大統領選挙のプロセスについて詳しく見ていきましょう。セクション3。解説。アメリカ大統領選挙のプロセス。前のセクションでは、日米の政治システムの違いを見てきました。ここでは、その違いを踏まえて、アメリカ大統領選挙の具体的なプロセスを見ていきましょう。長距離マラソンを思い浮かべてみましょう。スタートラインに立つランナーたちが予備選挙、途中の給水所が党大会、そしてゴールに向けての最後の直線が一般選挙です。このマラソンは約1年もの長い期間をかけて行われ、途中で多くのランナーが脱落していきます。最後まで走り抜いた人だけが大統領という称号を手に入れるのです。予備選挙と党員集会。アメリカの大統領選挙は長い道のりを経て行われます。その最初の関門が予備選挙と党員集会です。2024年の選挙サイクルは1月15日のアイオワ州共和党党員集会から始まりました。続いて1月23日にはニューハンプシャー州で予備選挙が行われました。その後、各州で予備選挙や党員集会が続きました。3月5日にはスーパーチューズデーと呼ばれる大規模な予備選挙が行われました。そこではカリフォルニア、テキサス、マサチューセッツなど15以上の州が一斉に投票を行いました。6月4日までにすべての州で予備選挙が終了し、各政党の候補者が絞られていきました。しかし、民主党にとって予想外の展開が待っていました。7月21日、バイデン大統領が SNS で声明を発表し、秋の大統領選挙での再選を断念し、選挙戦から撤退する考えを表明したのです。同時に、ハリス副大統領を後継候補として支持する意向も示しました。全国党大会。予備選挙が終わると、いよいよ全国党大会の季節となりました。7月15日から18日にかけて、ウィスコンシン州ミルウォーキーで共和党全国大会が開催されました。続いて、8月19日から22日には、イリノイ州シカゴで民主党全国大会が行われました。特に民主党大会は、バイデン大統領の撤退表明を受けて、例年とは異なる展開となりました。予備選挙では、バイデン大統領がほとんどの大議員を獲得していましたが、その撤退により、大議員たちは自分たちの判断で投票先を決めることになったのです。ハリス副大統領が有力候補として浮上し、党内でのスムーズな移行を図ろうとする動きが見られました。この大会で民主党の新たな顔が正式に決定されたのです。
一般選挙と選挙人団制度。そして最後の山場、一般選挙の日が近づいています。2024年11月5日、アメリカ中の有権者が投票所に足を運ぶことになります。アメリカの大統領選挙には独特の仕組み、選挙人団制度があります。全部で538人の選挙人がおり、大統領になるにはこのうち過半数の270人以上の支持を得る必要があります。各州にその人口に応じて選挙人が配分されています。例えば、人口の多いカリフォルニア州には55人、小さなデラウェア州には3人といった具合です。特に注目されるのが、いわゆる激戦州です。フロリダ、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、アリゾナ、ジョージア、ノースカロライナなどが代表的です。これらの州はわずかな差で勝敗が分かれることが多く、選挙の行方を左右する可能性が高いのです。このようにアメリカの大統領選挙は長く複雑なプロセスを経て行われます。今回の選挙ではバイデン大統領の撤退という予想外の展開もありましたが、この過程を通じて候補者の資質や政策が徹底的に吟味され、国民の意思が反映されていくのです。次のセクションでは、このプロセスを経て選ばれた2024年の主要候補者、トランプ氏とハリス氏について詳しく見ていきましょう。セクション4、対比、2024年大統領選の主要候補者。前のセクションでアメリカ大統領選挙のプロセスを見てきました。ここではそのプロセスを経て選ばれた2024年の主要候補者、ドナルド・トランプ前大統領とカマラ・ハリス副大統領について詳しく見ていきましょう。2人の船長が大きな船の舵取りを任せてもらおうと競っています。1人は荒波を乗り越えてきたベテラン船長。もう1人は新しい航路を提案する新進気鋭の船長です。乗組員たちはどちらの船長が自分たちを安全に、そして望む目的地へ導いてくれるか慎重に選ぼうとしています。共和党、ドナルド・トランプ前大統領。経歴と特徴。ドナルド・トランプ前大統領は不動産王としての成功から政界に転じた異色の経歴の持ち主です。2016年、政治経験のない候補者として初めて大統領に当選しました。アメリカ第一主義を掲げ、従来の政治の常識を覆す政策を次々と打ち出しました。しかし、2021年1月6日に支持者による連邦議会議事堂乱入事件が発生し、大きな衝撃を与えました。それにもかかわらず、2024年の大統領選挙に再び出馬し、現在共和党の大統領候補として支持率トップを独走しています。主要政策。トランプ氏の政策は強い保護主義的な傾向が特徴です。経済面では富裕層や企業への減税、規制緩和を主張しています。貿易では中国からの輸入品に 60% 以上の関税を課すなど保護主義的な政策を掲げています。エネルギー政策では石油や天然ガスの増産を推進。環境規制の緩和も主張しています。移民政策では厳格な管理を主張。数百万人の移民の強制送還を提案しています。
民主党、カマラ・ハリス副大統領。経歴と特徴。カマラ・ハリス副大統領は、検事としてのキャリアから政界に入りました。カリフォルニア州の地方検事、州司法長官を務めた後、2017年からは、カリフォルニア州選出の上院議員を務めています。2021年1月、バイデン大統領の下で副大統領に就任し、初の女性、黒人、南アジア系の副大統領となりました。バイデン大統領の撤退表明を受け、民主党の大統領候補として浮上しました。主要政策。ハリス氏の政策は、より包括的で、国際協調的な傾向が見られます。経済政策では、中産階級や低所得層を対象とした新たな減税計画を提案。子育て支援にも力を入れています。環境政策では、気候変動対策を最優先課題とし、再生可能エネルギーへの大規模投資を提案しています。労働政策では、労働組合の強化や最低賃金の引き上げを主張。働く人々の権利を守ることで、社会全体の底上げを図ろうとしています。現在の世論調査では、両候補の支持率は互角です。トランプ氏が 48%、ハリス氏が 47% と、わずか 1% の差となっています。これからの選挙戦、特に候補者討論会が大きな分かれ道となるでしょう。2人の候補者が言葉を交わす様子は、アメリカの未来を左右する重要な瞬間となります。次のセクションでは、この2人の候補者の政策をより詳しく比較分析していきましょう。それぞれの政策がアメリカ、そして世界にどのような影響を与える可能性があるのか考えていきます。セクション5。分析。トランプとハリスの政策比較。前のセクションでは、トランプ氏とハリス氏の経歴と主要政策の概要を見てきました。ここでは、両候補の政策をより詳細に比較分析していきます。2つの異なるレシピを比べてみましょう。一方は伝統的な味を重視し、もう一方は新しい食材を取り入れようとしています。どちらのレシピも美味しい料理を作ることができますが、その味や栄養価は大きく異なるでしょう。トランプ氏とハリス氏の政策も、このような2つのレシピのように、アメリカという国を形作る材料と方法が異なるのです。経済政策、減税と投資の方向性。トランプ氏の経済政策は、関税の変更と規制緩和が特徴です。すべての輸入品に 10% の関税を課し、中国からの輸入品には 60% 以上の関税を提案しています。これは、アメリカ経済を保護する意図がありますが、物価上昇や国際関係の悪化が懸念されます。一方、ハリス氏の政策は、中間層、低所得層への支援に重点を置いています。40万ドル未満の所得者には、税率を維持し、高所得者には増税を提案しています。また、子育て支援として、子ども税額控除の拡大を掲げています。トランプ氏の政策は短期的な経済刺激効果が期待されますが、ハリス氏の政策は財政規律の維持と社会保障の強化を目指しています。外交政策、単独行動と国際協調。トランプ氏の外交政策はアメリカ第一主義に基づく
強硬で単独行動的な姿勢が特徴です。同盟国にも厳しい要求をする可能性があります。ハリス氏は国際協調と同盟国との連携を重視する伝統的な外交路線を取る傾向があります。多国間の枠組みや国際機関を通じた協力を重視する可能性が高いです。中国に対しては両候補とも強硬的な姿勢を取る可能性が高いですが、トランプ氏の方がより強硬的な政策を取る可能性があります。労働政策、雇用創出と労働者保護。トランプ氏は規制緩和や減税を通じて企業の雇用拡大を促進する方針です。しかし、労働組合の影響力抑制にも積極的です。ハリス氏は連邦最低賃金を時給15ドルに引き上げることを支持し、労働組合の強化も提案しています。労働者の権利保護も強調しています。環境政策、規制緩和と気候変動対策。トランプ氏は環境規制の緩和を主張しており、石油・天然ガス産業を後押ししています。また、パリ協定からの再脱退を示唆しています。一方、ハリス氏は気候変動対策を重視し、再生可能エネルギーへの大規模投資を推進する姿勢です。パリ協定への継続参加を支持しています。世論調査では、関税政策や債務削減、事業環境整備、インフレ対策などの面で、トランプ氏の支持がやや高くなっています。一方、環境政策や社会保障政策では、ハリス氏の支持が高い傾向にあります。これらの政策の違いは、アメリカの未来像の違いを反映しています。有権者は、この2つの異なるビジョンのどちらを選択するのか、慎重に考える必要があります。次のセクションでは、ハリス氏の候補としての特徴や、彼女が大統領になった場合の潜在的な影響について、より詳しく見ていきましょう。セクション6。展望、ハリス候補の特徴と影響。前のセクションでは、トランプ氏とハリス氏の政策を比較しました。ここでは、ハリス氏に焦点を当て、彼女の候補としての特徴と、大統領になった場合の潜在的な影響について詳しく見ていきます。新しい楽器が長年続いてきたオーケストラに加わろうとしています。この楽器は、これまでになかった新しい音色を奏でることができます。オーケストラのメンバーたちは、この新しい楽器がどのような音色を奏で、全体の調和にどう影響するか、興味深く見守っています。若返りによる支持層の変化。ハリス氏の59歳という年齢は、78歳のトランプ氏と比べると若さが際立ちます。この年齢差は、若い有権者たちの心に響く可能性があります。ハーバード大学の調査によると、若年層の支持はバイデン氏 40%、トランプ氏 37% と僅差でした。ハリス氏が若年層の支持をさらに拡大できるかが、選挙の鍵となる可能性があります。一方で、経験不足を指摘する声もあります。政治経験とエネルギーのバランスが彼女の課題となるでしょう。多様性の象徴としての意義。ハリス氏は女性であり、黒人とインド系のルーツを持つという点で、アメリカの多様性を体現しています。初の女性大統領、初の有色人種の女性大統領となる可能性は、多くの人々に希望を与えています。
しかし、一方で、アイデンティティを政治利用しているという批判もあります。彼女の存在は、アメリカ社会の中で多様性をどう受け入れ、生かしていくかという大きな問いを投げかけています。コミュニケーション戦略の新展開。ハリス氏は、SNS を積極的に活用し、若者層へのアプローチを強化しています。検事としての経験を生かした説得力のある話し方は彼女の強みです。しかし、時にリベラル色の強い発言が中道派や保守派の有権者を遠ざけることもあります。彼女のメッセージがどのようにアメリカ中に響き渡るのか、それが選挙の行方を左右する鍵となるでしょう。政策の明確化と継承。ハリス氏の政策は、バイデン政権の路線を引き継ぎつつ、新しい要素を加えようとしています。中間層、低所得層への支援、気候変動対策、労働者保護など、リベラルな政策を前面に押し出しています。法人税率の 21% から 28% への引き上げや、高所得者への増税など、財源確保の方針も示していますが、これらが経済に与える影響については議論が分かれています。国際関係では、同盟国との関係強化や気候変動対策でのリーダーシップを重視する姿勢を示しています。これは、世界の中のアメリカの立ち位置を再定義しようという試みと言えるでしょう。ハリス氏の政策が実現すれば、アメリカ社会は、より包摂的で環境に配慮したものになる可能性があります。しかし同時に、社会の分断が深まる懸念もあります。彼女の描く未来図が、アメリカ国民の心にどう映るのか。それが、この選挙の最大の焦点となるでしょう。次のセクションでは、2024年の選挙の主要な見どころについて詳しく見ていきます。激戦州の動向や、若年層、女性層の投票傾向、そしてメディアと SNS の役割など、選挙結果を左右する重要な要素を分析していきましょう。セクション7。予測、2024年の選挙の見どころ。前のセクションでは、ハリス氏の候補としての特徴と影響について見てきました。ここでは、2024年の選挙全体の主要な見どころについて詳しく見ていきましょう。大きな山に登ろうとしています。山頂を目指す道は一つではありません。ある道は急峻ですが、素晴らしい景色が望めるかもしれません。別の道はなだらかですが、長い時間がかかるかもしれません。どの道を選ぶか、そしてその道中で何を見つけるか。それが2024年の選挙の見どころなのです。激戦州の動向。2024年の大統領選挙では、いくつかの州が特に注目されています。これらの激戦州の結果が、選挙全体の行方を左右する可能性が高いのです。特に重要なのは、ウィスコンシン州、選挙人数10人、ミシガン州15人、ペンシルベニア州19人です。これらの州は製造業が盛んで、都市部と農村部で支持が分かれる傾向があります。2016年はトランプ氏、2020年はバイデン氏が僅差で勝利しており、2024年も接戦が予想されます。また、ジョージア州、アリゾナ州、ノースカロライナ州も激戦州として挙げられます。これらの南部の州では、人口構成の変化が進んでおり、新たな有権者層の動向が注目されています。
現時点の世論調査では、これらの州でトランプ氏とハリス氏の支持率の差が統計的誤差の範囲内にとどまっています。両陣営ともこれらの州での選挙戦に力を入れることでしょう。若年層と女性層の投票傾向。若い有権者の動向が選挙結果を大きく左右する可能性があります。しかし、最近の調査では若年層の投票意欲が低下している傾向が見られます。ハーバード大学の調査によると、2024年の大統領選挙で必ず投票するとの回答が 49% と、2020年選挙時の 57% から大幅に低下しています。この傾向は、特にハリス氏にとって課題となるかもしれません。女性層の投票傾向も注目されています。ハリス氏は、女性初の副大統領として、女性票の獲得に期待がかかっています。中絶の権利擁護や男女間の賃金格差縮小など、女性に関わる政策が重要な争点となるでしょう。コロナ後の経済回復と選挙への影響。コロナ禍からの経済回復が選挙の重要な争点となります。雇用の回復、インフレ対策、中間層、低所得層への支援などが有権者の関心を集めています。特に物価上昇への対応が重要です。ハリス氏は食品や日用品の価格吊り上げの抑制を公約に掲げており、これらの政策の評価が選挙結果に影響するでしょう。また、産業構造の変化への対応も注目されています。デジタル化やクリーンエネルギーへの移行が進む中、これらの分野での投資や雇用創出策が論点となるでしょう。メディアと SNS の役割。今回の選挙では、メディアや SNS の影響力がさらに増すと予想されています。特に、SNS を通じた情報発信や選挙運動が重要になるでしょう。しかし、フェイク情報の拡散が大きな課題となっています。特に、生成 AI を使用して作られた偽の映像や画像が、選挙に影響を与える可能性が指摘されています。また、マイクロインフルエンサーと呼ばれる、小規模なオーディエンスに強い影響力を持つ人々の役割も注目されています。これらのインフルエンサーを通じて、選挙メッセージが効果的に伝わる可能性があります。選挙の公正性に関する議論も続いています。2020年の選挙の結果をめぐる論争の影響が残っており、選挙プロセスの信頼性の確保が重要な課題となっています。次のセクションでは、この選挙結果が日本に与える影響について詳しく見ていきます。経済面、安全保障面、そして環境・エネルギー政策への影響など、日本にとって重要な観点から分析していきましょう。セクション8。考察。選挙結果が日本に与える影響。前のセクションでは、2024年の選挙の主要な見どころを見てきました。ここでは、この選挙結果が日本にどのような影響を与える可能性があるかを考察します。遠く離れた湖に大きな石を投げ入れたとき、その波紋は徐々に広がっていきます。やがて湖の端にまで到達するでしょう。アメリカ大統領選挙の結果は、その大きな石のようなもの。その波紋は太平洋を越えて日本にまで届くのです。経済面への影響。2024年のアメリカ大統領選挙の結果は、
日本の経済に大きな影響を与える可能性があります。トランプ氏が勝利した場合、貿易政策が大きく変わる可能性があります。すべての輸入品に 10% から 20% の追加関税を課す方針が示唆されており、日本からの輸出品もその対象となるかもしれません。これは日本の製造業、特に自動車産業に影響を与えるでしょう。一方、ハリス氏が勝利した場合、バイデン政権の政策を継承し、同盟国との関係強化を重視する可能性が高いです。インド太平洋経済枠組み、通称 IPEF の推進など、経済面での協力が深まると予想されます。IPEF とは、中国の影響力拡大を念頭に置き、自由で開かれたインド太平洋戦略の実現を目指す枠組みです。為替市場も大きな注目点です。トランプ氏は、現在の円安ドル高に対して批判的な姿勢を示しており、日本を為替操作国に認定する可能性も否定できません。これは、日本の金融政策に影響を与える可能性があります。さらに、投資市場への影響も考えられます。まず、日本株です。トランプ氏の保護主義政策は、輸出企業を中心に、日本株に悪影響を与える可能性があります。ハリス氏の場合、より安定した国際関係が期待され、日本株にはプラスに働く可能性があります。続いて、NISA への影響です。選挙結果にかかわらず、NISA を通じた長期投資の重要性は変わりませんが、選択する投資先に影響が出る可能性があります。例えば、アメリカ株への投資比率を見直す必要が出てくるかもしれません。次に、ゴールドです。政治的不確実性が高まる場合、安全資産としてのゴールドの価値が上昇する可能性があります。これは特にトランプ氏勝利の場合に顕著かもしれません。最後に、ビットコインをはじめとした暗号資産市場です。トランプ氏が勝利した場合、規制緩和の可能性からビットコイン価格が上昇する可能性があります。一方、ハリス氏の場合、より厳格な規制が予想され、短期的には価格が下落する可能性があります。これらの変動は、日本の個人投資家にも直接的な影響を与える可能性があります。特に、NISA を通じて、アメリカ株やグローバル株に投資している投資家は、選挙結果とその後の政策動向を注視する必要があるでしょう。安全保障面への影響。安全保障面でも、選挙結果によって日本への影響が異なる可能性があります。トランプ氏の場合、アメリカファーストの姿勢から日本に対してより大きな防衛費の負担を求める可能性が高いです。日米同盟の重要性は認識されているものの、同盟国への要求が厳しくなる可能性があります。ハリス氏の場合、日米同盟の強化を重視し、中国に対抗するため、日本を含む同盟国との連携を強化する姿勢を示しています。これは、日本の安全保障政策にとって、より予測可能な環境をもたらす可能性があります。北朝鮮問題や台湾海峡の緊張など、地域の安全保障課題に対しても、両候補の対応の違いが日本に影響を与えるでしょう。環境・エネルギー政策への影響。環境・エネルギー政策の面でも、選挙結果によって日本への影響が異なります。トランプ氏は、環境規制の緩和を主張しており、パリ協定からの再脱退を示唆しています。
これは日本の気候変動対策やクリーンエネルギー政策に影響を与える可能性があります。一方、ハリス氏は気候変動対策を重視し、クリーンエネルギー分野での国際協力を推進する姿勢です。日本との協力も強化される可能性が高く、環境技術の開発や普及に新たな機会をもたらすかもしれません。日米クリーンエネルギー及びエネルギー安全保障イニシアティブ CESI のような取り組みが選挙結果によってどのように進展するかも注目点です。CESI とは日本と米国が協力してクリーンエネルギーの開発と普及、エネルギー安全保障の強化を目指す取り組みです。日本国内でもこの選挙結果に大きな関心が寄せられています。政府は慎重な姿勢を保ちつつも、経済界や安全保障の専門家たちは様々な分析を行っています。メディアも両候補の政策の違いや選挙戦の動向を詳しく報じており、一般の国民の間でも関心が高まっています。特に日米関係や経済への影響、国際情勢の変化などが注目されています。結果がどうあれ、日本はアメリカとの関係を維持、発展させていく必要があります。そのためには、柔軟な外交戦略と様々なシナリオに対応できる準備が求められるでしょう。次のセクションでは、日米の選挙文化の違いについて詳しく見ていきます。両国の選挙制度、選挙資金、メディアの役割など、様々な側面から比較分析を行い、それぞれの特徴や課題について考察していきましょう。セクション9、比較、日米の選挙文化。前のセクションでは、アメリカ大統領選挙が日本に与える影響について見てきました。ここでは、日本とアメリカの選挙文化の違いを比較していきます。2つの異なる劇場を想像してください。一方は厳格な歌舞伎の舞台、もう一方は自由なブロードウェイのショーです。どちらも素晴らしい芸術ですが、その表現方法や観客との関わり方は大きく異なります。日本とアメリカの選挙文化も、このような2つの劇場のように、それぞれ独自の特徴を持っているのです。選挙資金と選挙運動の違い。日本とアメリカの選挙文化には大きな違いがあります。特に選挙資金と選挙運動の面でその差は顕著です。日本では企業や団体からの政治献金が禁止されています。一方、アメリカでは上限額の規制はありますが、企業や団体からの寄付も認められています。選挙運動期間も大きく異なります。日本では法律で厳しく制限された短い期間しか選挙運動ができません。例えば、衆議院選挙では12日間だけです。対照的に、アメリカでは長期間にわたる選挙運動が一般的で、法的な期間制限はありません。メディアの利用にも違いがあります。日本ではテレビ CM などのメディア利用に厳しい制限がありますが、アメリカではテレビ CM を含むメディアを活用した選挙運動が活発に行われています。インターネットの利用も異なります。日本ではインターネットを利用した選挙運動は一部解禁されていますが、規制が残っています。アメリカではインターネットやソーシャルメディアを活用した選挙運動が広く行われています。メディア報道の特徴。
メディアの選挙報道にも大きな違いがあります。日本では公職選挙法による規制が厳しく、選挙期間中の報道に制限があります。各候補者への取材時間や扱いを均等にする傾向があります。一方、アメリカでは長期間にわたる選挙戦を詳細に報道します。予備選から本選まで1年以上の期間をカバーし、有力候補に焦点を当てた報道が多くなります。世論調査の扱いも異なります。日本では選挙期間中の世論調査の公表に制限がありますが、アメリカでは頻繁に世論調査結果を報道し、選挙戦の展開を予測する材料として重視します。候補者討論会の中継も大きく異なります。日本では公開討論会の生中継は限定的ですが、アメリカでは大統領候補者討論会が主要メディアで生中継され、大きな注目を集めます。有権者の投票行動。有権者の投票行動にも違いが見られます。投票率は両国とも 50% から 60% 台で推移していますが、アメリカの2020年選挙では 66.8% と過去最高を記録しました。投票方法も異なります。日本では投票所での直接投票が主流ですが、アメリカでは郵便投票や早期投票など多様な投票方法が広く普及しています。政党支持の傾向も違います。日本では無党派層が増加傾向にあり、選挙ごとの争点や候補者の個人的魅力が重視される傾向があります。アメリカでは二大政党制が定着しており、党派的な投票行動が強い傾向にあります。これらの違いは、両国の政治文化や歴史的背景を反映しています。日本の制度はより規制が厳しく、アメリカの制度はより自由度が高い傾向にあります。しかし、どちらの国でも選挙は民主主義の根幹をなす重要な行事です。有権者一人一人の意思が国の未来を決める、その重要性は変わりません。次のセクションでは、2024年のアメリカ大統領選挙後に予想されるシナリオについて考察します。新政権発足後の日米関係、グローバル経済への影響、そして国際秩序の変化の可能性など、選挙後の世界について検討していきましょう。セクション10。展望、選挙後のシナリオ。前のセクションでは、日米の選挙文化の違いを比較しました。ここでは、日本への影響の復習も含めながら、2024年のアメリカ大統領選挙後に予想されるシナリオについて考察します。大きな船が航路を変えようとしています。舵を大きく切れば、新しい目的地に早く到着できるかもしれません。しかし、急激な変身は船内の人々を動揺させるかもしれません。穏やかに少しずつ方向を変えれば、全員が新しい航路に適応できるでしょう。しかし、目的地到着までに時間がかかるかもしれません。新政権の政策は、このような船の舵取りのようなものなのです。新政権発足後の日米関係。2024年の米大統領選挙の結果は、日米関係に大きな影響を与える可能性があります。トランプ氏が勝利した場合、セクション8でも触れたように、アメリカファースト政策の下で、日本に対して、より大きな防衛費負担を求める可能性があります。また、
保護主義的な通商政策が強化される可能性も高いでしょう。これは日本の経済、特に輸出産業に影響を与える可能性があります。一方、ハリス氏が勝利した場合、日米同盟の強化が継続され、中国に対抗するための協力が進化する可能性があります。また、気候変動対策や先端技術分野での協力も進展すると予想されます。いずれの候補が勝利しても、日米同盟の重要性自体は変わらないでしょう。日本は、選挙結果にかかわらず柔軟に対応できるよう、様々なシナリオを想定して準備を進める必要があります。グローバル経済への影響。新政権の政策は、グローバル経済に大きな影響を与える可能性があります。トランプ氏が勝利した場合、保護主義的な政策が強化される可能性が高く、グローバルな貿易に影響を与えるでしょう。特に、対中関税の引き上げなどが予想されます。また、大規模な減税政策や規制緩和が実施される可能性があり、短期的な経済成長を促す可能性があります。ハリス氏が勝利した場合、多国間協調路線が継続され、より自由貿易を促進する政策が取られる可能性が高いです。また、中低所得者向けの支援策や環境関連投資が増加する可能性があり、より長期的な視点での経済政策が取られるでしょう。両候補とも、半導体や AI などの先端技術分野での競争力強化を重視すると予想されますが、アプローチに違いがある可能性があります。国際秩序の変化の可能性。選挙結果によって国際秩序や同盟関係に変化が生じる可能性があります。ハリス氏が勝利した場合、多国間協調路線が継続され、同盟国との関係強化が進む可能性が高いです。国際機関を通じた協力も重視されるでしょう。トランプ氏が勝利した場合、アメリカファースト政策が復活し、同盟国との関係に緊張が生じる可能性があります。また、国際機関からの離脱や関与の縮小が再び起こる可能性もあります。両候補とも中国への強硬の姿勢を取る可能性が高いですが、トランプ氏の方がより強硬な政策を取る可能性があります。これにより、日本を含む同盟国は、米中間のバランスを取ることが、より難しくなる可能性があります。新政権発足後の最初の100日間は、新政権の方向性を示す重要な期間となります。経済政策、気候変動対策、外交政策、移民政策など、様々な分野で重要な動きが予想されます。この期間の動向が、その後の4年間の政策の基調を形作ることになるでしょう。次のセクションでは、これまでの内容を踏まえて、日本人として、2024年のアメリカ大統領選挙をどのように捉えるべきか、より深く考察していきます。また、その結果が日本にどのような影響を与える可能性があるかについても検討を加えます。セクション11。まとめ、日本人として考えるべきこと。前のセクションでは、2024年のアメリカ大統領選挙後に予想されるシナリオを見てきました。ここでは、日本人の視点からこの選挙の意義を考察し、その結果が日本に与える影響について深く掘り下げていきます。遠くの山の天気が私たちの住む町の天気に影響を与えることがあります。山に雲がかかれば、やがて私たちの町にも雨が降るかもしれません。アメリカ大統領選挙も
その遠くの山のようなもの。その結果が私たち日本人の日常にも影響を与えるのです。だからこそ、その山の様子を注意深く見守る必要があるのです。アメリカ政治への理解の重要性。アメリカの大統領選挙は遠い国の出来事ではありません。日本人にとってこの選挙結果を理解することは非常に重要です。日本のメディアは米国大統領選挙を集中的に報道し、多くの日本人が高い関心を持って見守っています。これは米国の政策が日本の経済や安全保障に大きな影響を与えるためです。具体的な数字で見てみると、米国は日本の主要な貿易相手国であり、日本の輸出に占める米国向けのシェアは約 15% と中国に次ぐ第2位です。また、日本の対外直接投資残高に占める米国向けの割合は約 30% と最大です。安全保障面でも、日米安全保障条約に基づく米国の軍事力が日本の防衛の要となっています。北朝鮮問題や台湾海峡の安定維持などでも日米が協力しています。このようにアメリカの政治を理解することは私たちの日常生活や未来に直結しているのです。日米関係の未来。日米関係の未来を考える上でいくつかの重要な論点があります。経済安全保障の強化は重要な課題です。半導体や AI などの先端技術分野での日米協力の推進、サプライチェーンの強靭化と多様化が求められています。安全保障協力の深化も重要です。日米同盟の強化と役割分担の見直しが進められています。特に中国の台頭や北朝鮮の脅威に対応するため、日米同盟のさらなる強化が求められています。通商政策では、インド太平洋経済枠組み IPEF の推進や WTO 改革などグローバルな経済ルール形成での協力が重要になっています。気候変動対策でも日米協力が期待されています。パリ協定の目標達成に向けた協力やクリーンエネルギー技術開発での連携が進められています。これらの課題に対し、日本は米国との緊密な協力を維持しつつ、自国の利益を守るバランスの取れた外交を展開することが求められています。国際社会における日本の役割。米国大統領選挙の結果は、国際社会における日本の役割にも影響を与える可能性があります。日本政府は、選挙結果にかかわらず、日米同盟の重要性を強調しています。どちらの候補者が勝利しても、協力関係を維持する姿勢を示しています。一方で、米国の政治的分断が深まる中、日本も米国一辺倒の外交から脱却すべきとの意見も出ています。日本企業も選挙結果によって生じうる政策変更に備えて様々なシナリオを想定しています。技術・イノベーション分野での競争力強化、市場戦略の最適化、サプライチェーンの見直しなどが重要な課題となっています。国際社会において、日本はこれまで以上に自律的な役割を果たすことが求められるかもしれません。同時に、米国との協調を維持しつつ、他の国々とのバランスの取れた関係構築も重要になるでしょう。次のセクションでは、これまでの内容を穏やかに振り返りながら、この重要な選挙について考えることの意義を再確認し、平和な眠りへと誘っていきます。セクション12、
静かな締めくくり、平和な眠りへのいざない。これまで2024年のアメリカ大統領選挙について様々な角度から見てきました。ここではその内容を穏やかに振り返りながら平和な眠りへの準備をしていきましょう。長い旅の終わりに静かな宿に着いたことを想像してください。窓の外ではまだ世界が動いています。でもあなたの部屋の中は静かで安全です。今日見聞きしたことをゆっくりと頭の中で整理しながら穏やかな眠りに向かっていきましょう。明日はまた新しい日が始まります。アメリカ大統領選の意義の再確認。アメリカ大統領選挙は単なる一国の指導者を選ぶイベントではありません。世界最大の経済大国であり、強大な軍事力を持つアメリカの舵取りを決める重要な選択です。トランプ氏とハリス氏、2人の候補者はそれぞれ異なるビジョンを持っています。経済政策、外交政策、環境政策など、様々な面で対照的な姿勢を示しています。激戦州では、一票一票が大切に数えられます。ミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシンなど、これらの州の結果が全体の行方を左右するかもしれません。選挙の結果は、きっと世界中に影響を与えていくことでしょう。しかし、その変化は急激なものではなく、徐々に広がっていくものです。日米友好の継続。日本とアメリカの関係は長い歴史の中で築かれてきました。時に強く、時に柔軟に両国を結びつけてきました。経済、安全保障、文化交流など様々な場面で協力し、互いに影響を与え合ってきた2つの国。その関係は深く、そして柔軟につながっています。選挙の結果がどうあれ、この絆は続いていくでしょう。日米同盟の重要性は、どちらの候補が勝利しても変わらないはずです。明日への希望。最後に、明日への希望を胸に抱いてみましょう。世界は常に変化し続けています。時に不安を感じることもあるかもしれません。しかし、一人一人が自分の役割を果たし、互いを思いやることで、きっと明るい未来は開かれていくはずです。アメリカの選挙は、民主主義の大切さを私たちに教えてくれます。一人一人の声が大きな流れを作っていく。その尊さを感じながら、静かに目を閉じていきましょう。あなたの呼吸は穏やかに規則正しくなっていきます。体の力が抜けていくのを感じます。心地よい重さが体全体を包み込んでいきます。遠くで静かに続く世界の動き。しかし今はその静けさに身を任せ、ゆっくりと眠りの世界へ入っていってください。明日はまた新しい一日が始まります。新しい可能性に満ちた一日があなたを待っています。おやすみなさい。良い夢を。